睡眠時間を削りながら家事と介護をしていたせいで、私は少しだけ夫の前で眠ってしまった。すると頭をパシンと叩かれる。ほんの軽い衝撃だった。だけど私は確かにどん底に落とされた気分になったのだ。寝るなよ。汚い部屋を片付けろ。呆れたように私を責める夫。何もしない夫に全ての感情が一気になくなった瞬間だった。私の名前は舞子。3年前に夫と結婚して、今はパート主婦として働いている。本当は子供ができるまでは正社員として働く予定だった。私自身も仕事にやりがいを感じていたし、将来のことを考えれば貯蓄はあればあるほどいいと思っていたからだ。しかし結婚して半年後に夫から仕事を辞めてほしいと強い希望があり、結局は私が根負けして会社を辞める形になった。結婚前までは共働きに賛成していたのにと少し言い争いにもなったが、最終的には私も納得したことなので仕事を辞めたことに後悔はない。だけど一つだけどうしても許せないことがある。それは私が仕事を辞めてから夫が全く家事をしなくなり、どんどん横柄な態度を取るようになったことだ。結婚する前は共働きなら家事を分担するべきだと夫は言っていた。たとえ舞子が専業主婦になっても俺は家事を手伝うよ。こんなことも言っていた記憶がある。結局共働きの頃から家事の負担は私が大きかったし、パートになった今は一つも手伝うこともしなくなった。もちろんフルで働いている夫よりは時間があるので家事をすることは構わない。しかし夫は私が家事をすることは当たり前で、働いている自分が偉いというような態度を見せるようになった。私が風邪をひいて体調を崩している時にすら夫は完璧な家事を求めてくる。熱がある状態で何とか夕飯を出しても文句を言ってくるのだ。なんで惣菜なの？手抜き料理を作るなよ。仕事で疲れて帰ってきてんのにこんな食事を用意しやがって。楽しようとすんなよ。もちろん私は体調が悪いことや熱があることは伝えている。それでも夫は体調管理がなっていない、風邪をひいた私が悪いと責めてきた。家でゴロゴロしてるだけのくせに風邪なんてひくなよな。パートのせいだって言うならやめてもいいから、とにかく手抜き料理だけはやめろよ。悪態をつきながら美味しくなさそうに料理に手をつける夫。その姿を見て私はとても悲しくなった。こんな人じゃなかったのに、結婚したらこんなにも人は変わってしまうものなのだろうか。体調が悪いことからネガティブな感情に引きずられ、その日は泣きながら寝たのを覚えている。それから夫は私をよく叱るようになった。理由はパート主婦になった私が怠けているとか、そんなアホらしい理由だ。昼間もきちんと家事をしていると言っても信じてくれず、夫は私のミスを何とかして見つけようとする。どこにも指摘する箇所がなくなると、お風呂場に水滴一つあっただけでも責めるようになった。初めは反論していたが、そのうち私は何も言わないようにした。言っても分かってくれない。本気にしただけこちらが疲れると分かったからだ。その態度も良くなかったのかもしれないが、私と夫の会話は夫の命令に私が返事をするだけの形になっていた。このままの状態で果たして夫婦と言えるのだろうかと考えたこともある。家計の管理も夫がしており、パート代も奪われ、私は最低限のお金しか渡されない。自分のお小遣いすらもなかった。それなのに私は夫の言うことを聞く。自分でも気づかないうちに私はこの環境に慣れていた。責められ命令される毎日を過ごしているうちに、不思議と自分に至らない点があるのかもしれないと思うように、夫に文句を言われないようにきちんとしないと、それが私の毎日で全てになってしまっていたのだ。しかしある晩、この日は毎日晩酌するはずの夫が珍しくお酒を飲まずに考え込んでいた。話があるからお茶出して。お茶を入れて夫に差し出し、私もテーブルの椅子に腰掛ける。すると義母に介護が必要になったと夫が言ってきた。義母の自宅から我が家は離れているところにある。そのため義実家の近所に住んでいた親戚の方が義母の様子を見てくれていた。しかし認知症があると先日医師に判断されたようで、義母を施設に入れることを相談されたらしい。
親戚の方にいつまでも面倒を見てもらうことは確かに申し訳ないので、私も施設に入居させた方がいいだろうと夫に伝えた。ところが、夫は施設ではなく、同居して面倒を見たいと言い出したのだ。俺は母さんを知らない人に預けたくない。だから、一緒に住んで介護をしたいと思ってる。そういう気持ちを持つことは悪いことではない。だけど、認知症の介護は想像よりもはるかに大変だ。実際に私の祖母を自宅で介護していた時、大変さを身に染みて感じた。気持ちはわかるけど、同居したらあなたの通勤時間は往復2時間かかるよ。今だって家事もやってないのに、介護ができると思ってるの？少しトゲのある言い方だったかもしれないが、介護をすると決めることは本当に容易ではないことなのだ。夫の言いなりになっていた私ですら、この件に関しては簡単に承諾できることではなかった。そもそも義母は結婚当初から私をあまりよく思っていなかった人だ。仕事をしてすぐに家庭に入らなかった私を毎回責めていた。仕事を辞めてパートになってからもそれは続き、主婦は片手間なんかではできないと何度も叱られた記憶がある。今思えばあれも認知症の始まりだったのかもしれないが、どちらにせよ私にとっては介護をしたいと思える相手ではない。なんとか夫が義母を施設に入れてくれるように説得しようと話をしてみるが、夫の決意は固く、私の話は全て流されてしまう。舞子が介護をしてくれる分、家事は俺がやるから。だから一緒に協力をして同居をしてくれ。もしも舞子だけに負担がいくようなら、その時は施設に入れることを考えるよ。いつもは俺の命令を聞けと横暴な夫だが、この時ばかりは私に頭を下げてきた。私の協力なしには同居の介護はできないからだろう。わかった。でも、あなたがちゃんと協力をしてくれなかったら、同居はすぐに解消するからね。私にとってはあまりいい思い出のない義母だが、夫にとっては唯一の親であり、母親だ。私は夫が真剣に頼み込んできたこともあり、同居を承諾した。自分の両親のことを考えたら、やっぱり私だってすぐに施設へ入れることは躊躇してしまうだろうと思ったからだ。それに今回のことをきっかけに夫が少しでも変わってくれるかもしれないという期待もあった。そして私はパートを辞め、翌月には義母が住む義実家へ引っ越した。しかし初日から同居は散々だった。義母にとっては私は敵でしかないようで、家に入ると盗っ人と言ってきたのだ。もちろんこれは認知症の症状の一つである。自分がどこかに置き忘れてしまったものを誰かに取られたと錯覚してしまうのだ。そしてその犯人は周りの人になるのだが、義母の場合は私が犯人ということになってしまったらしい。また私のものを盗もうとしてるのね。早くこの人を追い出してよ。義母からすがられる夫も、まさかここまで認知症の進行が進んでいるとは思っていなかったようだ。夫や親戚の方たちは敵認定されていないので普通に会話ができていたのだろう。私との同居話も事前に伝えて了承してもらっていたが、義母にとってはもう記憶もないのかもしれない。正直この状態で私が義母を介護できるのかと不安だった。明日から昼間は私だけになるんだけど、お母さん大丈夫かな？私がいることで余計にストレスになるんじゃない？不安な気持ちを夫に話してみるが、どうにかなるだろう。よそでも介護はみんなやってるんだし。そんな適当な言葉しか返ってこなかった。翌日から夫が会社へ行き、義母との2人の時間がやってくる。午前中は義士が心配して見に来てくれていたのでなんとかなったが、やはり義母にとっては私は敵でしかないようで、顔を見ると私に物を投げつけてきた。それでも食事を作ったり、部屋を掃除したり、義母が外に出歩かないように注意をして、できることは全てやったつもりだ。そして夫が帰ってきて一日の義母の様子を伝える。夫がいると義母はまだ落ち着いているようで、私も専念して家事をすることができた。母さんがお前が部屋に入ってくるかもしれないから俺と寝たいって。風呂入って晩酌したら母さんの部屋に行くから。ご飯を食べた夫はお風呂に浸かり、1時間ほど晩酌をして義母の寝室に向かった。私はその後片付けをして翌日の朝食の準備や引っ越しの荷ほどきを少しだけする。それからやっとお風呂に入り、布団に入ったのは深夜2時を過ぎていた。義母は朝が早く5時には起きなければいけない。
このような睡眠時間でやっていけるのだろうかと先が思いやられたが、今は悪いことはできるだけ考えないように寝ることだけに集中した。そして翌日、またその翌日と変わらぬ日々が続いていく。義母から物を投げられて怪我をすることもあったし、私が作った料理には何か変なものが入ってると捨てられることもあった。確実に1ヶ月前に聞いていた症状よりも義母の認知症は進んでいる。やっぱりこのまま介護を続けていくことは無理なような気がした。それに家事をすると言っていた夫は結局同居してからも変わらない。いつものように遅く帰ってきた夫は晩酌をしながらテレビを見て笑っている。私は睡眠不足がピークを迎えてしまったようでソファーでうとうとしていた。すると夫に急に頭をはたかれる。寝るなよ。この居間を見てみろ。居間は義母から物を投げつけられたせいであちこちに物が転がっている状態だ。わかっている。片付けようと私だって思っていた。お前、家事もちゃんとやれよ。パートもしてないくせに介護だけで何手抜きしてんの。ため息をつく夫に、お前がやればいいだろうという言葉が喉まで差し掛かる。しかし私はやめた。もう夫に何を言っても理解されないし、期待しても無駄だと分かったからだ。ごめん、今片付けるね。それから夫は晩酌を終えて義母の寝室に入っていった。大きないびきが今まで聞こえてくる。私は居間の片付けを途中でやめ、自室に入り自分の荷物をまとめてそのまま家を出た。そして翌日、夫から私のスマホに鬼のように電話がかかってくる。おい、なんでお前いないんだよ。どこにいるんだ。お前がいないと俺が会社に行けないだろ。怒鳴る夫に私は離婚してほしいと告げる。もう限界です。離婚してください。離婚届は後で送ります。するとさらに夫からの暴言が続いたが、私はそのまま電話を切った。泊まっているホテルのチェックアウトは12時と遅い時間になっているので、それまでゆっくり過ごすつもりだ。ビュッフェで朝食を食べながら家探しと弁護士事務所への相談の予約を入れる。それからも夫から連絡があったが、私は全て無視して自分のやるべきことをやっていた。数日後、離婚届も夫の実家に届き、そのことで話があると言われたので、弁護士と一緒に久しぶりに夫に会うことになった。待ち合わせの喫茶店にいた夫は数日でなんだかやつれて見える。そして私が現れた瞬間にテーブルに頭をつけて謝ってきた。ごめん、帰ってきてくれ。きっとそれは本心だろう。しかし私が帰ったらまた地獄の日々の始まりだ。同じことはもう二度と繰り返したくない。同居は無理だし介護も無理。あなたと離婚しない選択も私にはもうないよ。私がそう伝えると、今度は家事や介護もやると泣いてすがってくる。だがこの男が口だけなのはもうこの数年で理解していた。そう言って今まで約束を守ったことはないじゃない。私はあんたにとって便利な道具じゃないの。自分の幸せのためにこれからは生きていきます。私に気持ちが少しもないことがわかると、夫はパートだった主婦がこれから一人で生きていけるわけはないと言い出した。しかし私には貯蓄がある。独身時代に貯めた貯金のおかげで今ゆっくりと仕事や家を探し、弁護士も雇うことができているのだ。そのことを夫に伝えると、今度は財産分与をしろと言い出してきた。貯金は夫婦の共有財産だろ。それで母さんを施設に入れられる。離婚してもいいから金を渡せ。興奮している夫に弁護士が独身時代の貯金は共有財産ではないと告げた。じゃあ俺には一銭も入ってこないのか。弁護士と私がコクンとうなずくと、夫はそのままうなだれた。俺実は借金があって、本当に今のままじゃ苦しいんだよ。借金という言葉に私は驚く。ここでようやく夫が頑なに義母を施設に入れない理由が分かった。そんな話聞いてないけど。私がそう言うと、夫は数ヶ月前に詐欺の投資被害に遭っていたことを話し始めた。数百万の借り入れがあり、すでに夫婦の貯金も使ってしまったようだ。誰が養っていると思ってるんだ。そういうスタンスでいたからこそ、私にもお金で困っていることが言えなかったのだろう。呆れた。借金持ちの亭主関白気取りのわがまま夫となんて絶対暮らしたくないから。自分のやったことはしっかり自分で片付けてください。私はあんたの言うことは二度と聞かないよ。
そのまま私は弁護士と席を立ち、離婚に応じないなら調停離婚の準備をすると伝えた。マイコ、本当に俺反省してるんだよ。ごめん、本当にごめん。俺のことを捨てないでくれ。このままじゃ会社にも行けない。本当に大変なんだよ。号泣したことで顔がぐしゃぐしゃになっている夫の顔を見て、本当に情けないという気持ちしか湧いてこなかった。そうやってすがれば、私が帰ってくると少しでも思っていることも許せない。二度と私の前で喋るな。本当に反省してるならさっさと離婚届にサインして。口だけはもういらないからね。うつむく夫はもう何も話せなかった。いや、もしかしたら何か言っていたのかもしれない。だけど、私の耳にはもう届かなかった。だって、夫の話す言葉を、私はもう二度と聞くつもりはないのだから。それから、調停離婚の準備をしていると、夫から離婚届が送られてきたので、無事に離婚することができた。きっと、介護と仕事に忙しく、私との離婚を争う時間がなかったのだろう。二人で貯めていた貯金は、元夫が全て使ってしまっていたため、財産分与はなかった。しかし、あの男と別れて、自分が貯めてきた独身時代の貯金が守れたことで、私は満足だ。元夫は、投資で作ってしまった借金を返済しながら、介護をする生活は相当大変だと思う。だけどそれが、夫の今までしでかしたことに対する責任だ。私はあれから新居を見つけ、新しい会社に就職することができた。以前と同じ業種なので、毎日にまたやりがいを感じている。離婚してから、もっとこうしていれば、あの時もっとできたことがあったのかも。なんてことを考えてしまうこともある。だけど、過ぎてしまったことを、今の自分がとやかく思っても仕方がない。別れてよかったと思える今があるだけで、十分だと思うようにした。私はこれからも私らしく、楽しく人生を歩んでいくつもりだ。夫よりも笑顔で毎日暮らすことが、きっと一番の復讐だと思っている。